はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回はいつもとちょっと違う絵面で始まってますね。さて、前回失敗したピックアップコイルの部分ですね。あのまま純正タイプのピックアップを4つ使うという方法も考えたんですが、スペース的にやっぱきつい。いかんせんきつい、4つもくっつけるのは。もっとちっちゃいものがあればいいんですけど、あとピックアップコイルも安くはないので、ちょっと考え方を変えて進めていきます。まずその第一段階として、ここにあるこのパーツ、今鉄にくっつけてますが、これはフォトインタラプターというパーツです。こちら側にはダイオードが入っています。こちら側には受光素子。なので、この間に遮蔽物が入るとオフになります。遮蔽物がなくなって光が通ればオンになるものですね。これ自体は大電流は使えないですが、これを使って点火信号を取れたらなと思っています。ヤマハのジョグ系の CDI ですね。これ安いんで、あと、いわゆる交流タイプではなく、要はジェネレーターから発電したものを点火に回すのではなく、バッテリーからの点火、バッテリー点火のタイプです。まずは、このフォトインタラプターから点火信号を作れるかどうかというところですね。そしてこれも Amazon で買ったものですが、これ2つついてるんで、これ折って使うんですが、これはモスフェット、そういう名前の素子です。もう基板に実装されてるので使うのが簡単ですね。これで扱える信号が少ないので、この MOSFET 使って増幅して、こいつに点火信号として渡すというやり方ですね。多分これでいくんじゃないかと思います。さて、CDI 側の配線してきますね。12V 入力する。これは直流 CDI ですね。この状態で動作すればはい、実験準備整いました。ファンモーターにこのスリット入れたスリット板をつけてフォトインタラプター取り付けたものですね。これを仮にエンジンとしてシミュレートですね。他のパーツも全部接続してでモーター回しますね。音聞こえると思いますが、放電してます。ファンモーターの回転数はあまり上がらないので、スリットの数を増やして高回転を回しているという体を作っています。なので今の回転数は1500回転 ×4、カムスチ力の場合はさらに2倍ですね。なので約12000回転で回転していることになります。だいたい今19000回転ですね。さらに回転を上げていきます。今これでだいたいエンジンが3万回転で回ってる点火量です。なんとか実験としては問題なくできてると思うんですが、問題なく回ってはいるんですよね。本当にこれでいいかどうかが自信が持てないというだけで、タイミングライト持ってきますね。今MOSFET を通してやる方法をやってたんですが、タイミングライトで見るとどうしても遅れが生じますね。回転が上がれば上がるほどどんどん点火信号が遅くなっていく傾向がありますね。ちょっとこれじゃまずいと思ったので、フォトインタラプターから直接信号を取るようにしました。正直これだと信号あんまり強くないので、どこまで動かせるか分かんなかったんですが、特に問題なく動いてるんですよね。それだと信号を遅延しなくなってます。もう一回ちょっと MOSFET 通したバージョンでやってみますね。
タイミングライトで照らすとスリット今ここに見えてると思います。けど本来ここら辺に見えなきゃいけないんですよ、スリットは。なので、今の時点で45度ぐらい遅れてますね。原因としてはやはりモスフェットを通ることによる遅延ですよね、これは。なのでモスフェット通さないで直接、フォトインタラプターの信号を取ってみますね、今度は。検出位置ここですね、今。見づらいんだよな。ここになるんですが、ほぼズレはなくなってます。これ回転上げてもズレないんですよね。回転下げてもズレない。モスフェット通して増幅したかったですが、あまり意味がないということで、結局モスフェットは通さず、フォトインタラプターから直接信号を取ることにします。はい、一応新しい回路作って、フォトインタラプターを本番用のに切り替えました。こちらは抵抗入ってないやつなので、抵抗を入れたりなんだりとしてます。実験用のモーターに新しいフォトインタラプター取り付けました。じゃあスイッチオンと。なので1500なら、4倍の 6000×2 の12000回転でエンジン回ってる状態です、これが。3万回転超えたあたりで失火し始めますね。3万回転超えたあたりから失火し始めるんですよね。特に時間が長くなると失火しますね。2万回転程度だと長時間駆動させても失火するような音は聞こえないです。これに関しては多分この中の CDI の中のキャパシタコンデンサーですねへのチャージ時間が取れないっていうのが最大の原因だと思います。信号自体は問題なく出てるんじゃないかと。ちょっと後ろで見てみましょうか、信号の方を。オシロスコープ上はきちんと信号出てます。今これ先ほどと同じ回転数まで上げていますが、何の問題もないですね。はい、さらに上げても特に問題なく出てますね。なので CDI の容量の問題ですね。よし、これで点火実験は終わりました。回路も大体分かったのでなんとかなりそうですね。とりあえずじゃあハードウェアを作る方向で準備していきます。はい、作り直し開始ですね。この部品の代わりとなる部品です。新たに作らなきゃいけないですね、これは。よいしょ。外形ですね。そうですね。外形はせっかく作ったこのカバーまた使えるようにしたいので、それなりに合わせております。この蓋が入るね。よいしょ。ドリルでセンタードリルって下穴開けだね、まず。
次は内径用のバイトで開けた穴を拡大していきます。いい感じ。これであとは突っ切ると。はい、これで旋盤作業終わりです。あとはまたフライス、次またフライスの作業ですね。はい、セットできました。まずはこの面平らにしちゃいます。これで 13.1 ぐらい、はい、とりあえずできましたね。これで平らができたので、あとはセンター出して座標ですね。はい、真ん中になったので針はほとんど触れなくなりましたね。これでよし、よいしょ。さてと次ですが、座標に従って穴開けとネジですね。まずはセンタードリルからいきますか。引き続き 2.5 ミリでタップの下穴開けていきます。そしたらタップ立てていきます。よし、ネジ穴は終わりと。次、この長穴ですね。円弧状の長穴、ここの2箇所やっていきます。先に長穴の支点と終点だけ下穴開けておきます。こうすると後でエンドミル使った時楽になりますね。エンドミルに持ち替えて長穴の加工を始めていきます。はい、こっちも長穴できたと。これで全部加工終わりと。はい、ベースできましたね。もともと前回作ったベース A、
との接続ですが、長穴の位置も合ってるので問題ないですね。ベースは前回もついてたので問題なしと。で、本体も、これで OK ですね。よいしょ。他も一応取り付けてみますね。問題ないですよね、この辺は。他のネジとも干渉はしないし、まだスリット板つけてないので、あとはスリット板つけて、で基板ですね。とにかく基板をどうしたもんかという感じです。前回作ったこの突起ですね、信号を取るための部品を再利用します。はい、これで芯の部分はできましたね。あとはこのプレート部分ですねを作れば OK です。これで今34ミリと、だいたいぴったりと。外形切削ができたので内径の切削を進めていきます。先ほど作った部品がはまるので OK ですね。あとは突っ切りで切り離したらプレートの完成となります。よし、これで溶接してしまいますね、ここで。はい、これであとはスリットですね。はい、スリット入りました。これで信号検出できると思います。あとはこいつの配線を取って外に出せるようにしときます。ので基板に一回取り付けて、その上で配線につけます。よし、これで全部向きは揃ったね。はい、4つ全部配線取り付けました。はい、センサーの方はできたので、コネクター側ですね、次は。はい、センサーの配線出来上がったので、次、基板がやってきますね。よいしょ。抵抗を、はい。これで抵抗をセットして、これで電源ユニットと分配ですね、一応できたので、ショートしないように間にベーク板入れて背負わせちゃいますね。
これで、分配ユニットですね。完成となります。この青い配線まだ番号をつけてませんが、後でこれは番号をつけて、それぞれの CDI につながるという形ですね。この赤黒は 12V が来る線です。はい、では、12V を 5V に変換できるかですね。今電源で 12.2324 かかってますね。10.6V なのでこれをこれで電源の 5V は確保できましたと。はい、5.02V。まあちょうどいいですね。さて、ピックアップ用の基板もできたし、テスト回路でできるテストは一通りやりましたので、これをケースに入れて搭載してのテストですね、やっていこうと思います。今ここについてる4つの部品ですが、もうこっちにあるので、基板化したものがあるので、こっちに付け替えますね。その前に一回バルブ外しちゃわないと動作試験やりにくいですね。だから一度、ヘッドばらしてバルブ取っちゃいますね。ヘッドからバルブを外していきます。よし。もかかりますしね。これを入れると。で、まあ仮にここを1と4、2と3。やっぱてっぺんが1番の方が分かりやすいかな。今ここ1342で書いちゃったんですけど、1342にした方がいいかもしれないですね。その方が見やすいかもしれないです。よいしょ。まあその辺は後で詰めてきます。これで基本的には1342とスリットが1番、3番、4番、2番の順番でいきます。1番、3番、4番、2番、1番、3番、4番、2番っていう点火で合ってるかな。で、CDI がまだ来ないので、CDI の代わりに、点火信号が来てるかどうかだけ、これでチェックします。そしたら、ピックアップの信号線を、それぞれの番号に。これで信号が来てれば、各 LED が順番通り光るはずです。この状態で、回していけば、例えば1番、3番、4番、2番、1番、3番、4番、2番、1番、3番、4番、2番、1番、3番、4番、2番という順序でいくので、センサー生きてます。さっきの実験の通り、フォトインタラプターで CDI は起動できたので、残りの CDI とイグニッションコイルですねの到着を待ちます。まあ何にしても信号が来てるというところまでは分かったのでよしとしますね。とりあえず今回の動画はここまでとなります。
次回は、予定通りならインレットマニホールド行きます。点火系この先は部品待ちになってしまうので、ちょっと足踏みとなります。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。